はい、どうも、しんです。本日もアークサバイバル1000リットやっていきます。本日はですね、ASA チュートリアル最強生物を生み出せ突然変異徹底解説2025をお送りいたします。アークサバイバルアセンリットになりまして、変異出しが大きく変わりました。初心者でもわかりやすく、基本的なところから詳しくご紹介していきますので、ぜひご活用いただければと思います。この部分はわかるよっていう方は、うまくチャプターをご活用いただいてご覧いただければと思います。前半、最強生物を生み出すための知識。後半、ASA でさらに変異出しが便利になった部分をお話ししていきます。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなど、アークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編、どうぞ。ではまず、ASA からの変更点をお伝えしていきます。ステータスについてこのようになっているんですが、ASA になりまして、移動スピードという項目がなくなりました。一応、ローカルの方などに関しては、サーバー設定欄でスピードステータスオンにすることも可能ではあるんですけども、基本的にはありません。このことによって、各ステータスに対して移動スピードに今まで振られていたポイントが振られるようになりました。なので、通常の野生時のステータスでも ASE 時代よりも高いポイントでゲームすることができるようになりました。通常、地上生物に関しては、比較的50ポイントぐらいを目安に探していただくと、かなりその後の変異出しが楽になってきます。また、水生生物などの場合、酸素の部分もステータスとして振られなくなりますので、酸素値がない生物に関しては、このように、この場合ちょっと食料値なんであれなんですが、60ポイントを超えてくる野生ポイントっていうのも獲得することが可能になります。厳選の大変さは一緒なんですが、さらにポイントとして3つにステータスが分かれるようになりました。現状、テック双眼鏡を使わないと見れない部分にはなるんですが、もしかすると、モッドの望遠鏡で見れるようになっているものがあるかもしれません。ちょっと全部把握はしていないので、モッドでわかるよっていう方はですね、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。これによってポイントが野生時のエイムポイント、そして別で変異したステータスのポイント、もう一つレベルが上がって自分が振ったポイント、3つに分かれてポイント計算がされるようになりました。これにより野生時のエイムポイントと別で変異ポイント254ポイント付与できるようになったので ASE よりもさらに強化することができるようになりました。さらに引き継ぎに関しても野生ポイントと変異ポイントが分かれたことによって引き継ぎ上より強い野生ポイントにそのまま変異ポイントを移し替えることができます。なんで一旦変異出しを始めてより高いポイントを見つけた場合、その生物に新たに変異ポイントを移し替えて変異出しを継続するということができるようになりました。これにより変異出しが終わった後もさらに強化できるということになります。ただし注意点として変異ポイント足し算されるわけではないのでご注意ください。あくまでどちらかの変異ポイントが引き継がれるというものになるので、例えば変異ポイント2と変異ポイント4の生物を交配した場合、変異ポイント2が引き継がれるか、変異ポイント4が引き継がれるか、どちらかということになりますので、ご注意いただければと思います。以上が新たに ASA で変更された点となります。続きましてここからは突然変異のメカニズムについてとなるんですが、
詳しくご案内しておりますと長くなってしまいますので、ぎゅっと凝縮したバージョンでお送りいたします。突然変異について解説していきます。稀に両親よりも高いステータスを持った子が生まれることがあります。これを突然変異と言います。突然変異1回につき1つのステータスが変化します。1回の交配で最大3回変異する可能性があります。変異が発生すると親から引き継いだステータスにプラスして2レベル分上昇します。例、父親のステータスと母親のステータスとこのステータス、酸素について変異が入っています。今回母親のステータス36ポイント引き継ぎました。36ポイント690に変異ポイントにプラスされ720になっています。突然変異の確率、子供ごとに合計3つの新しい突然変異が発生する可能性があります。1回の交配で突然変異が1回以上発生する可能性は 7.31%、 2回以上発生する可能性は 0.1844%、 3回発生する可能性は 0.00156%。 母親側、父親側それぞれ最大20回まで突然変異可能です。どちらかの親の突然変異カウンターが20を超えている場合、これらの可能性は 45% または 55% 減少します。変異するステータスの高いステータス値を持つ親のカウンター値が20を超える場合、可能性は 55% 減少します。この場合、少なくとも1つの突然変異が発生する確率は 3.337% です。変異するステータスの低いステータス値を持つ親のカウンター値が20を超える場合は 45% 減少します。この場合、少なくとも1つの突然変異が発生する確率は 4.07% です。両親の突然変異カウンターが20を超えている場合、突然変異の可能性はありません。変異の仕組みについて、1回の交配においてステータスの変異判定が3回行われます。判定1回につき 2.5% の確率で変異します。アークサバイバルアセンディットでは、初期ステータス値は母親または父親から選択され、55% の確率でより強力な野生ステータスと変異ステータスが選択され、45% の確率でより弱い野生ステータスとより弱い変異ステータスが選択されます。より強い野生ステータスをより弱い突然変異ステータスに引き継ぐことは不可能であり、またより弱い野生ステータスをより強力な突然変異ステータスに引き継ぐことは不可能です。この時点でこの体力、スタミナ、酸素、食料、重量、攻撃の各初期ステータスが確定されます。ここから突然変異の判定が行われます。次の処理が3回行われます。1、突然変異のステータスの選択。突然変異の可能性があるステータスを1つ選択します。種族でレベルアップが可能なステータスのみが選択されます。2、選ばれたステータスについて母親と父親のどちらが変異元となるか選ばれます。交配でのステータス引き継ぎ判定とは別に、両親のステータスの高い方が 55% の確率で変異元として選択されます。このため、例えば父親のステータスを引き継いだとしても、変異元としては母親が選択される場合もあります。3、変異元に選ばれた親の変異回数が20を超えていないか判定されます。親の変異回数が20を超えていた場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。4、選ばれたステータスにおいて突然変異を行うか判定されます。 2.5% の確率で成功し変異が発生します。失敗した場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。5、アークサバイバルアセンディットでは、変異ステータスの突然変異レベルが255未満であるか判定されます。突然変異レベルが変異後、親から引き継いだステータスにプラス2された状態が255を超えていた場合、ここから以降の処理がスキップされ、突然変異は発生しません。6、突然変異ステータスが適用されます。アークサバイバルアセンディットでは、変異ステータスに突然変異レベルがプラス2が与えられ、変異元に選ばれた親側の変異回数がプラス1され、体の色が1箇所ランダムに設定されます。突然変異が発生したかどうかに関係なく、
これらの突然変異の判定があと2回繰り返され、合計で3回判定が行われます。変異対象となるステータスはランダムなので、3回の判定において特に運が良ければ同じステータスが2回プラス4または3回プラス6影響を受ける可能性があります。インプリントと違い、次の子供にもステータスが引き継がれます。変異回数について、子供の変異回数は両親の変異回数の合計になります。変異回数は両親の合計なので、新たに変異しなくてもステータスを引き継がなくても変異回数さえあれば増えていきます。変異数とステータスは別物ということです。変異回数のオーバーフローについて、変異回数は符号付き32ビット整数で保存されているため、21億4748万3647回を超えるとオーバーフローが発生し、マイナスの数になります。変異回数マイナスは変異回数20回以下となるので、変異が実質無限に行えます。逆にマイナスもマイナス21億4748万3648回を超えると負のオーバーフローを起こし正の数字になります。また変異回数は符形母形の合計で決まるので、符形20億回母形マイナス5億回の子どもの変異数は15億回になり、マイナスの数値が消滅します。詳しくはこちらをご確認ください。まとめ。1、突然変異とは、親よりも高いステータスを持った子が生まれることがあります。これを突然変異と言います。変異が発生すると親から引き継いだステータスにプラスして2レベル分上昇します。2、変異の仕組み。1、親からの引き継ぐステータスの決定。2、各ステータスからランダムに1つのステータスが変異判定の対象として選ばれます。3、突然変異の元としての親の割り当て。4、選ばれたステータスにおいて突然変異を行うか判定されます。5、突然変異ステータスが適用されます。6、2から5をさらに2回繰り返します。1回の交配で1回以上変異する可能性は 7.31% となります。3、変異回数について、子どもの変異回数は両親の変異回数の合計になります。変異回数とステータスは別物となります。変異回数は21億4748万3647回を超えるとオーバーフローが発生し、マイナスの数になります。変異回数マイナスは変異回数20回以下となるので、変異が実質無限に行えます。続きまして、少し勘違いされる方が多くいらっしゃるようなので、変異カウンターについてちょっと詳しくご紹介していきます。変異カウンターとは、このステータス画面で先祖を表示というところを押していただくと、このような画面になります。で、母系とそれぞれの交配の履歴が見れるページになるんですが、それぞれの右上に今20分の1、20分の3と出ていると思うんですが、こちらが変異カウンターとなります。それぞれ母系、母系に対してその親の変異カウンター数が表示されます。先ほどのメカニズムでお話しした通り、変異の上限が20までとなっておりますので、20分の1、20分の3と出ているということになります。ただし、この変異カウンターは変異した数とは異なります。変異用レックス君は変異ポイントは0です。ただし、変異1の個体とそこから増やしていった変異3の個体が合わさって変異4の個体となっています。なので、変異カウンターがあるからといってその生物が強いというわけではないのでご注意ください。変異カウンターについては、それぞれ父系、母系、足した数がこの子供の変異カウンターとなります。この子供本人の変異数を見ることはこのステータス画面ではできないので、あくまで上の変異カウンター、それぞれ父系、母系、足した数がこの個体の変異数となっておりますのでご注意ください。オーバーフローなどを使った場合、特に父系、母系それぞれに
どこかにオーバーフローの数が入っていたとして、場合によってはマイナス多すぎて、この個体自体はアンダーフローを起こしてプラスになってしまっている場合などもありますので、必ず母形を足してその子がいくつになっているのかっていうところを確認しておく必要がありますので、ご注意いただければと思います。ここは単純に足し算になってますので、例えばマイナス100とプラス200の子を掛け合わせた場合はプラス100の個体ということになるので、変異ができない個体ということになります。またオーバーフロー同士を掛け合わせてマイナス21億4748万3649以上だとアンダーフローをしてプラスになってしまっているので、反転した数字によっては変異できない個体になっている場合もありますので、ご注意いただければと思います。上の数字がマイナスだからといってその子供自体もマイナスとは限らないので、必ず計算をしてその個体の変異数を確認する、もしくは一回生まれれば同じようにここに数値として現れますので、それで確認いただくのが確実ではあるかと思います。このカウンター数は夫に入れた場合やこの後ご案内する下記などで確認することも可能ではあります。ここが結構勘違いされて戸惑われている方が多いようなので、その子自体、その本体自体の変異カウンターは数値として見ることはその子自体でのステータスでは見れないので、ご注意いただければと思います。続いて変異出しのやり方としてなんですが、統合型と分離型とあります。基本ベースとしてオスが1匹、メスを多く用意するというのが必要になります。それはメスを交配させた場合、下のように交配準備期間というのが発生します。公式の場合、当倍でこの都度固定の時間ではなくて、いっぱい交配していると比較的長い時間の準備期間を必要とします。今見ていただいた通り、十何時間という交配時間、場合によっては1日以上待たないと次の交配がされないという部分になってきますので、メスが多いほど交配の回数が増えて変異出しする確率が上がっていきます。詳しいお話は次のチャプターでお話しいたします。例えばオス用のレックスなどであれば、ステータスとして体力と命令が上げたいとします。この場合、統合型というのは1回の変異集団で体力もしくは命令それぞれ同時に上げていくということになります。変異出しのステータスとして攻撃力もしくは体力、どちらかに変異が入った場合に次のステップに進むということになります。利点としては3つのステータス中2つのどちらかが変異が入れば1ステップ完了となりますので、4分の2の確率で変異を引くということになります。ただしこの場合、もちろん変異回数20が上限になってきますので、オスだけ変異させていったとして頭打ちする確率が早くなってきます。分離型というのは先ほどと同じように近接攻撃力、体力上げたいとなった場合に近接攻撃力を上げるグループと体力上げるグループそれぞれを分けて変異出しをしていくということになります。この場合はそれぞれ6分の1を引かないといけないという部分になってきます。そして2グループ用意することになるので、それぞれ交配範囲を離した上で大量のレックスを用意することになりますので、規模がかなり大きくなってくるというデメリットがあります。ただし集中してあげれますので、上限20の中でそれぞれ20、20合わせてオーバーフローなどを使わない場合、より強い個体を生み出すことができます。これに関してはどっちがいいっていうのが一概に言えない部分でもなりますので、自分がやる規模であったり
状況に合わせてご活用いただければと思います。続いて、最強生物を生み出すというお話になります。これに関しては、まず基本ベースとして公式の場合、レベル上限が450となります。今後できてくるジェネシスに関しては X 種、R 種などが出てきた場合はレベル500が上限になるかと思われます。公式の場合、ローカルの場合はレベル上限は基本的に設定はされておりませんので、この限りではありません。公式サーバーなどの場合はレベル上限がサーバー設定で設定されている可能性があるので、そこに関しては管理者にご確認いただければと思います。今回に関しては公式のレベル上限が存在しているという部分で最強生物の作成のお話になります。まず変異出しをする場合、基本ベースとしてオス1体、メス多数を準備します。これにあたって大量の卵を確認していくことになりますので、できる限りオス、メス、ステータスは統一しておいた方が後々楽になります。でないと一個ずつ確実に確認をしていかないといけなくなりますので、ここは最低限オス、メス同じステータスにしておくということを忘れずにしましょう。この上でですね、ステータスについて生物のレベルというものはこの各ステータスのポイントの合計値から算出されます。なので、例えばボス専用のレックスなどであれば、体力と近接攻撃力以外のステータスは不要なステータスとなってきます。この分のポイントがレベルに振られることで、不要な体力や近接攻撃力のポイントを上げれなくなってくるということになります。なので、極力不要ポイントは削りたい。できれば0ポイントが望ましいということになります。ここで最強生物を作るということは、この不要ステータスポイントを0にするということがまず必要となります。そのためには低レベルな同種の生物を捕まえて、不要ポイントが0の個体を探すということになります。この場合、手順として2種類あります。一つは全ポイント0のレベル1の個体を作るというのが一つの手段です。これも野生児ゲームした場合、ゲームボーナスも乗っかってきますので、ゲームボーナスを削るという手段もなくはないんですが、基本的にレベル1の個体というのは野生児で存在しませんので、自分で0ポイントを手合わせて作る必要があります。基本的には高いポイントが引き継がれる確率が 55%、低いポイントを引き継がれるのが 45% となりますので、0ポイントを引き継がせるのは結構大変な作業にはなります。ここで頑張ってレベル1を作って、そのレベル1を増やすというのも一つの手段ではあります。この際、レベル1のボスを後ほどご紹介しますが、使う場合があるので、1体は確保しておくことをお勧めします。2つ目の手段としては、必要な体力や命令のポイントはそのままに、それ以外を0にしたボス、メスを用意するという手段です。これも用意するのは結構大変ではあるんですが、おすすめではあります。また、オスメス合わせている間に同じステータスのメスがどんどん生まれるということになりますので、メスを増やしていくことが可能です。この場合も後ほど使う場合があるので、最初の変異0のオスは残しておくようにしましょう。今準備できてないんで何とも言えないところではあるんですが、準備ができたら変異出しを始めていきます。もちろん先ほどご案内した通り、変異数を引き継ぐこともできますので、同時進行で変異出しをしておくのも一つではあります。そしてこの場合スタミナに入っているんですが、仮に体力や近接攻撃力、上げたいステータスポイントに変異が入った場合は、オスだった場合はそのままオスを差し替えて変異0のメスと掛け合わせていく。メスだった場合なんですが、2つの選択肢がありまして、
オスが生まれるまで待つという手段と、そのメスを最初の変異0のオスと掛け合わせて変異したステータスを引き継いだ個体を作る。両方併用して早くオスが生まれた方を採用するという手段もあります。この注意点は、あくまで変異した子は変異0の子と掛け合わさないと、ただひたすらに変異カウンターが無駄に増えてしまいますので、そこだけご注意いただければと思います。ただし、オーバーフロー個体を作っているんであれば、そのあたり気にしなくて良くなるので、そこは状況次第ということになります。ここで変異したら変異出しのオスメスでまた統一して変異出しを行うのも一つではあるんですが、その場合またメスを大量に同じステータスの子を用意しないといけなくなってきますので、オーバーフロー個体を使っているとしても、メスは変異0の最初の個体のままの方がメスを多く用意していることが効率につながってきますので、オスのみ変異を積み重ねていく方が効率的ではあります。ただしこれは変異出しをされる規模にもよりますので、こじんまりとちょっとずつされたいっていう場合は、オーバーフロー個体を使っているんであれば、それも一つの手段ではあります。決して間違いというわけではないので、ご安心いただければと思います。ただし、その場合、メスが1、2体とか、メス増やすの結構大変になってきますので、効率的には最初の変異0のメス、大量に用意したものをそのまま使っていった方が効率的ではあると思います。何せ変異1回するのに 7% の確率ではありますので、変異出しは数勝負になってきますので、ご注意いただければと思います。あとはそれを繰り返して、また同時にオーバーフロー個体を用意して、オスにマイナス値を入れて極限まで評価していただければと思います。ただし、変異ステータス254までポイントは上がるんですが、2つ上げる場合、2つ目の方も254にしてしまうと、レベル450超えてきますので、どちらかはマックスまでは上げれないということになりますので、ご注意いただければと思います。以上が最強生物の見出し方となります。続いて、変異出しの効率アップとして、ASA で増えている部分を含めてご紹介していこうかと思います。まず、効率アップ1としては、これは ASE でもありましたが、秋となります。通常は卵をエアコンなどで温めて、孵化期間を時間待って回収して孵化させるということになるんですが、孵化器を使えばこのように放置して孵化時間を測らなくても孵化の手前で止まってくれますので、放置しておくことが可能となります。さらにですね、このようにステータスを見ることができますので、生まれる前にステータスチェックができます。なので、希望のステータスを引き継いでいるかどうかと、変異しているかどうかを確認することができます。変異しているかどうかは、変異カウンターの数で確認することになりますので、実際にどれが変異しているかどうか確認するのは、このように親のステータスポイントを合わせておけば、数値として確認することができるようになります。なので、産む時間を待たなくても結果を確認して判断することが可能となります。さらに、孵化器は卵の国になるんですが、もう一つ、このように交配すると妊娠するタイプがいます。主に哺乳類系ですね。ボブズトールテイルお持ちの方であれば、妊娠タイプの生物に対しても同じように託児保育器というものが実装されました。これにより胎児でも孵化器と同じように利用することが可能となりました。このように交配をさせてボブズトールテイルで使える遺伝子スキャナーというものを用意します。天板作成になりまして必要素材はこちら。高真珠必要ですが、10個などで三葉虫とかからでも集めることが可能です。このように交配終わると、通常は胎児としてその生物のお腹で育ってきます。
これを遺伝子スキャナーで装備してみると、このように胎児のステータスを確認することができます。この段階で判断することが可能です。ちなみに、ボブズトールテイル持っていない方でも、不可避があれば、この左上、ジェネレーションモニタリングをオンにしていただくと、60秒間胎児のステータスを確認することができるようになります。メスのサークルメニューからこの胎児モニタリングをオンにしてステータスを表示をしていただくと、同じようにステータスを見ることができます。なので、ボブズトールテイル持っていない方でも、一応胎児の同じように変やステータス、色などを引き継げているかどうか、あらかじめ確認することが可能です。さらにボブズトールテイルお持ちであれば、この遺伝子スキャナーで攻撃していただくと、このように下半分で胎児を抜き出すことが可能となります。このことによって交配スタートが早くなるという利点もあるんですが、アイテム欄にこのように胎児が卵のようにアイテム化されます。これを託児保育器に入れていただくとちょっと見にくいんですが、このように一番下から左回りにスロットが設定されていますので、玉のところ見ていただければ同じように手前でストップしてくれますので、胎児でも絡ませて生まれるまで放置しておくことが可能となります。また、この状態でもステータスは確認できますので、これは別に遺伝子スキャナーなくても確認はできますので、チェックすることが可能です。ただし、下記も一緒ですが、外から見るだけなので、インベントリーでステータスを確認することはできませんので、ご注意ください。それにより、交配のタイミングが早くなるという点と、確認をして回転させる部分が格段に早くなりますので、かなり効率アップにつながってきます。あとですね、孵化させる場合に、下側が孵化させるボタンになりまして、上側はこの卵を破壊するということになりますので、なくしてしまいます。なので、間違って上側を押さないようにご注意ください。卵を割るって書いてるんですが、カッコで書いている通り破壊になりますので、この卵いらないよっていうパターンは破壊でもいいんですが、孵化の方を選んでいただく必要がありますので、ご注意ください。もちろん、この卵、孵化状態になってからでないと孵化は押せなくなっております。割と間違いがちではあるのでご注意ください。卵の場合は気ぶれにもなるので、割ることはそんなにないと思うんですが、あともう一つですね、水溶生物の場合、このように水に浸かった状態でないと、孵化器や保育器に入れることができなくなっております。また、イカなど大きい生物に関しては、この状態でも孵化ができないので、もう一段泳ぐぐらいの深さのところに置かないと、イカなどは孵化できないようになっておりますので、そのあたりはご注意いただければと思います。ただ、この深さでも大きいイカとかでも入れることはできるので、ステータスをチェックしたりとか、卵の温度を詰めるということに関しては、この高さで入れていただいても大丈夫です。もう一つ、このように孵化が完了しているもの、孵化待ちになっている受精卵に関しては取り出すことができなくなっています。ただしですね、ASA の場合、このようにいつでも牡蠣を拾うことができます。この状態だとこのようにアイテムバッグになって完全に詰まった状態でも孵化器から取り出すことができます。もちろんもう一度孵化器を置けば新たに置くことができますので、ただし温度設定はリセットされますので、再度設定し直す必要は出てきます。それであればこのように孵化させずに孵化直前まで詰めた卵を貯めておくことも可能ではあります。ただし、冷蔵庫でかなりの期間持つんですが、一応、腐敗時間は進んでいきますので、そのあたりはご注意いただければと思います。孵化器のままで置いておくと、腐敗時間かなり削られていきますので、ご注意いただければと思います。できれば、詰まった状態の場合は、取り出して冷蔵庫で置いておく方がいいです。気がつくと、卵が腐ってしまっている場合もあります。続いて ASL の生み出し効率アップその2といたしまして、
こちら、ギガントラプトル君がいます。サドルつけて卵を孵化させるのもそうなんですが、この子ですね、このようにピックアップフェザーというものが存在します。ほっと入れてたので8時間のクールタイムが発生しておりまして、すぐには取り出せないんですが、外に出しておけば8時間ごとにこのピックアップフェザーを手に入れることができます。このギガントラプトルの羽毛に関しては、ここに一体がある通り、この場合は体力を 61.71% の確率でより高い体力ステータスを両親から引き継ぐという能力があります。これは各個体でパーセンテージとどのステータスかっていうのが個体ごとに設定されておりますので、これは厳選して探す必要があります。詳しくはギガントラプトルの徹底解説の方でご案内しておりますので、こちらでご確認いただければと思います。これを活用することによって、先ほどの引き継ぎたい体力や近接攻撃力、他の生物であれば重量とかですね、必要なステータスを高いステータスで引き継ぐことができますので、かなり効果的に活用することが可能です。ただしですね、これ、変異なしの場合、メスの個体数が多いので、しかも引き継げたとして変異するわけではないんです。そして、フェザーも8時間ごとのクールタイムが必要になってきますので、変異出し全般に使うというのはなかなか難しいところにはなるんですが、先ほどの変異したメスが生まれた場合、オスに変換しようとした場合、今回のレックスであれば体力や命令をどちらかフェザーを与えておけば高い確率でこのステータス引き継げるようになりますので、もしくは最初のステータス統合などで変異出しをする前の段階でご活用いただいたり、野生ステータスのポイントが更新された場合などにご活用いただけると有効的にご利用いただけるかと思います。それまでに目的の羽毛を探していっぱい貯めておくということになります。割とステータス統合とかですね、難しい部分にもなってきますので、うまくご活用いただければと思います。続いて、変異出し効率アップ。その3としてですね、ASA で特性というものが生まれました。詳しくはこちらの動画でご紹介しているので、ご確認いただければと思うんですが、この中に2種類。一つは各ステータスを継ぎやすくなる特性。もう一つが各ステータスを変異しやすくなる特性というものがあります。これは野生児にもいますので、この特性を持った子をテイムしてそのまま使うのであれば、一応ボブズトールテイルなくても使うことは可能です。ただし、子供に引き継いでいくわけではないので、基本的にはボブズトールテイルの先ほどの遺伝子スキャナーが必要となります。遺伝子スキャナーで見ると、テイム個体も野生個体もこのように特性を確認することができます。この子はブリード個体なので特性ついてないんですけども、一応右クリックでこのように望遠鏡的にですね、特性チェックすることもできますし、拡張ハブを開いていただくとより詳しい特性を確認できます。例えばこのようにエルモルスコルピウスの特性を確認することができます。望遠鏡で覗いて遠くから確認することも可能です。これは野生の個体でも見ることができます。また、拡張ハブを開くことによって、このように詳しい説明内容を確認することも可能です。ただし、中途半端な翻訳になっておりますので、詳しくは特定の動画でチェックしていただければと思います。覚えておいてですね、このように命令とかわかると思うので、必要なものを確認しておいていただければと思います。これも特性で探しておいて、子供の状態であれば遺伝子注入することができますので、変異のオスが生まれた時に、この特性を注入して育てれば、次の変異出しが簡単になっていくということになります。遺伝子ですね。遺伝子スキャナーに10個貯めておけるんですが、このように
遺伝子ストレージというものを使えば、こちらにも保存しておくことが可能です。生物ごとになりますんでね、大変だったりはするんですけども、いろいろ貯めておいて、最終的にはね、攻撃用の特性を入れたりとかするのがいいんですが、変異出ししている間はステータスの引き継ぎや変異しやすい特性をつけておけば、かなり効率的に変異出しを行っていくことができます。ただし、名前が書いている通り、個体ごとになっておりますので、変異出ししている個体で特性を探す必要がありますので、ご注意ください。これは、先ほどの羽毛と違って重複機能してくれますので、オスに入れておけばかなりの効率アップにつながります。ただし成人すると入れれないので、抜くことはできるんですが、入れるのは育ちきるまでの間に入れる必要があるので、変異した個体が生まれれば忘れずに移し替えるようにしましょう。以上が変異出しの効率アップとなるんですが、真剣に変異出しをしていくんであれば、オブズトールテイル必須になってきますね。続いて、余談ではあるんですが、変異カラーについてもお話ししておこうかと思います。突然変異を行った場合、同時に変異カラーというものが適用されます。通常は両親どちらかの色をそれぞれの部位ごとに引き継ぐことになるんですが、変異した場合、一部位変異カラーが適用されます。生物のカラーリング6枠存在しておりまして、色のカラーの確認としては、このようにポットに入っている状態で色を確認する。もしくは先ほどの下記が保育器、遺伝子スキャナーなどで生まれる前のカラーリングを確認することも可能です。また、テック双眼鏡などで色を確認することも可能です。ただし、このようにですね、レックス君の場合、適用部位6枠あるんですが、実際に反映されるカラーリングは4種類となっております。ただし、変異カラーに関してはですね、6枠から抽選されますので、適用されない部位に変異カラーが入る場合があります。なので、変異したのに色が変わっていないよっていう場合がたまにあります。それは2つの可能性がありまして、1つはこの適用外の部分に変異カラーが入っている場合、もう一つは変異カラーがランダムで選出されますので、たまに同じカラーが変異カラーとして適用される場合があります。そのどちらかの理由で変異したのに親と色が変わっていないというパターンが生まれる場合があります。これもどの親の色を引き継ぐかもあるんですが、運次第ではありますので、一番注意しないといけないのは、気に入った色の子にステータスを入れる場合なんですが、色入れをするのもステータス統合する以上に大変です。最初のステータス地点で気に入ったカラー入っている場合は割と楽だったりはするんですが、後から気に入った色を入れようと思うと結構大変です。全部のステータスを引き継いで、かつ気に入った色にするっていうのはですね、結構大変です。その上で途中で色入れをして頑張って色を入れて再度変異出しを始めた場合、変異して色が変わる可能性があります。なので、色入れをする場合は変異出しが終わった状態の子にする方がいいです。ここに関して一応ご注意いただければと思います。先に色入れしてから変異出しを始めると、気に入った色が変異カラーで変わってしまうっていう場合もありますので、ご注意いただければと思います。逆に変異カラーの方が良くなったりする場合もありますのでね、お好みではありますが、また後色入れをしないといけなくなる場合もありますので、もちろん状況や使い方にもよりますが、ご注意いただければと思います。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、最強生物を生み出せ、突然変異徹底解説2025をお送りいたしました。なぜ2025をつけたかというとですね、今後ロストコロニーが出た段階で、また何か変異出しをやりやすくなったり、
変わったりする場合がありますので、一旦2025という形でお送りさせていただきました。特にロストコロニーの場合ですね、サバイバーのスキルというものが付与されましたので、現状はですね、あまり有効活用できる部分は少ないんですが、実際にロストコロニーが実装された場合に関しては、よりブリーディング、変異出しなどがやりやすくなるスキルが実装される可能性がありますので、その場合はまた確認が取れればですね、確認とある程度アップデートが落ち着いた段階でですね、更新させていただければなと思いますので、一旦2025という形でお送りさせていただきました。あと今回ですね、いろいろステータスの兼ね合いで公式でお送りしておりますので、最近のアップデートでなぜかコントラストが強くなってですね、ちょっと色合いが黒っぽいところが多かったと思うんですが、ご容赦いただければと思います。あと明るさとかですね、ちょっと公式なんでご容赦いただければと思います。ということでですね、ASE から変わった面っていうのも突然変異に関しては多くありますので、まとめて効率アップも結構増えたんでご紹介させていただきました。なかなか公式で揃えている部分もあってですね、ちょっと準備できない画像とかも存在しておりましたが、ちょっとわかりにくかったよっていう場合はですね、前半部分に関してはですね、以前のライト版をご確認いただければと思います。また、オーバーフローに関しては特別新しくなっておりませんので、以前のオーバーフローの動画をご確認いただければと思います。ちなみにオーバーフローなんですが、当初制作としてですね、予定はされてなかった部分ではあるんですが、想定外でそこまで変異カウンターが上がると思ってなかったと思うんですけども、システム的にオーバーフローが起こるということで、ここに関してはですね、公式も認めているものになりまして、正式採用されているものなので、大変ではありますが、気兼ねなく作っていただければと思います。あと勘違いしがちなんですが、オーバーフローが強いわけではなくて、オーバーフローで強い個体を作れるというものになってますので、オーバーフローをしているからといって強いとは限らないので、ご注意いただければと思います。オール0ポイントのオーバーフロー個体っていうのも作れなくはないので、割と勘違いしがちなので、ご注意いただければと思います。またですね、今回突然変異から始めましたが、初心者向けにですね、突然変異の前段階ですね、ブリーディングであったり、厳選をするためのテイムのお話であったり、テイム効果を上げるためのキブルのお話であったり、最強生物を作るための必要な知識っていうのも順次 ASA 版として更新していこうと思っておりますので、お楽しみにお待ちいただければと思います。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。では本日は以上となります。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。